あなたは愛さえあればどんなことでもできますか？1940年、アメリカのある町で奇妙な噂が流れました。町の片隅で一人暮らしをしている男性がなぜかたびたび女性ものの服や大量の香水を購入しているというんです。男の名前はカール・フォン・コーゼル。カールが買う香水の量は異常だ。あんなに一人で使えるわけがない。自分や恋人に使うとは思えない量に町の人たちの憶測は止まりません。僕、あの人が大きい人形みたいなのと踊っているのを見たよ。地元の少年の目撃証言もあり、噂はどんどん広がっていきました。そしてついに一人の女性の耳に噂が届いてしまったんです。彼女の名前はフロリンダ。キューバ系のアメリカ人女性です。フロリンダはカールが一緒に暮らしている相手に心当たりがありました。カールさん、ちょっと話を聞きたいんだけど。フロリンダがカールの家を訪れると、そこにあったのは加工された女性の遺体でした。7年もの間、女性の遺体と生活をしていたカール。彼はなぜ遺体と共に生活をしていたのか。そしてカールの死後に明かされた耳を疑う真実とは。おさす、新スタジオどう？みんな、ケンちゃんです。宇宙で一番美しいのは誰？やみやみこでしょ。そうだね。本日ご紹介するのは、なんと愛する女性の遺体と7年間共に暮らし続けた男の話なんです。もうね、どういうことって思うんですけど、メトラの皆さんもね、もし自分のね、大事なね、人がね、亡くなってしまったらね、本当にね、同じようなことをするのか、僕は想像つかないんですけど、ゆっくりさせてあげたよ、私は。亡くなっちゃったんだ。なんとこのカールという男はですね、亡くなった遺体をね、遺体として扱っていないんです。まるでね、生きた女性のように扱って生活を共にするんです。消えない愛。遡ること81年ほど前の1940年、アメリカ・フロリダ州キーウェスト。ここに住む男カール・フォン・コーゼルの自宅で女性の遺体が発見されます。その女性の名はマリア・エレナ・ミラグロ・ド・オヨス。実は彼女、9年前に病気が原因で命を落としているんです。残された家族によりマリアの遺体は埋葬されているはずでした。ではなぜエレナの遺体がカールの自宅にあるのか。その理由はただ一つ。カールはエレナを心から愛していたから。カールはエレナの遺体を大量の防腐剤に浸し、遺体が腐敗することを防いで、骨がバラバラにならないようにワイヤーで1本ずつつなげました。目にはガラス製の義眼をはめ込み、腐った内臓は取り出し、健康的な体型になるように綿や布を詰めたんです。すでに腐敗した皮膚はロウ、漆、絹を使ってコーティング。腐敗臭をごまかすため大量の香水を振りかけました。ウィッグをつけ、服や宝石で着飾ったエレナ。それから7年間、カールはエレナの遺体と2人で幸せな日々を過ごしました。一緒に踊り、服や宝石をプレゼントし、夜は一緒に眠りにつく。カールにとってエレナが死んでいるという事実はどうでもいいことでした。エレナ、私たちはずっと一緒だよ。純愛なのか変態なのか、事件が明るみになった時、その機械さからメディアはこぞって2人のことを取り上げたんですが、世論はおおむねカールに同情的でした。むしろ真実の愛として好意的に受け止める人もいたぐらいなんです。遺体にさ、手を加えるってなんか罰当たりな気がするんだけど、私日本人的感覚なの。実はね、アメリカとかカナダとかで、遺体を処理するね、エンバーミングということがね、よく行われているんです。これはですね、遺体のね、永久保存が目的にね、行われることもある手法なんですけれども、というわけでね、本日のメトラキーワード、エンバーミング。エンバーミングとは、遺体を長期保存するための遺体処理方法のこと。遺体を洗浄して消毒を行い、防腐剤の注入をすることで、腐敗や変質を防ぐことが可能になるんです。土葬が基本となっている国では、一般的な遺体保存技法となっています。必要に応じて欠損箇所の修復や生前の姿に近づける処置が行われるため、亡くなる前の姿の個人と別れを告げることができるというメリットもあるんです。日本では遺体を長期保存する文化はありませんが、実は近年、エンバーミングが行われる件数が増加傾向にあるんです。生前の安らかな表情の個人とお別れしたいという遺族が増えています。その一方で、法や公的な資格の制定がされないまま、一般的な処置として普及するにはまだまだ課題が残るんです。カールをね、ここまで夢中にさせたエレナなんですが、一体ね、2人はどのように出会ったんでしょうか。常軌を逸した純愛。1930年、フロリダ半島のキーウェスト島海軍病院で X 線技師として勤務していたカールは、ある日突然衝撃を受けます。なんて美しい女性なんだ。カールが見かけたのは、患者として病院を訪れたエレナ。彼女は末期の結核を患っており、この日も母親に付き添われて診察に来ていたんです。彼女は私の妻になるために生まれてきたに違いない。エキゾチックなエレナの美しさに一目で恋に落ちたカール。いいな、俺もこういう子に出会いてえわ。早速エレナと結ばれるためにアプローチを始めました。しかしエレナからの返事は、ごめんなさい。
私もう結婚しているの。予想外の返答にショックを受けるカールなんですが、諦めようとはしません。エレナを心から愛していたから。しかもこの時、エレナと夫の関係は彼女の病気がきっかけでうまくはいっていませんでした。カールはこのチャンスを逃すまいとエレナの治療に全てを捧げるんです。彼女の病気を自らの手で完治させ、結婚したい。なんと、エレナの実家にレントゲン機器まで持ち込み治療を行い始めました。時には薬を投与したり、カール自身がエレナのために発明した機械を使用したりしました。そしてカールは治療で訪れるたびに宝石や服をプレゼントし、不滅の愛を伝えるんです。エレナのことを心から愛しているよ。いや、すごい熱量ね。こんな人好きになれるのね。でも好きになったら好きでしょ。もうね、それは好きでしょ。ほんと久しぶりにニヤニヤしてるわね。でも、あんま好きにならないんですよね。人を心から好きになる人をずっとあなたは探し求めてるわけね。いや、紹介してあげるわよ、その人。いい、大学年生の人は大丈夫です。しかし、1931年10月25日、治療の快なく、エレナは病気で22歳という短い生涯を終えるんです。悲しみに暮れる家族にカールはある提案をします。お金は全部出します。エレナのために霊廟を建てさせてください。霊廟とは死者の霊を建て祀る建物のこと。彼女が土の中で朽ち果てるなんて私には耐えられません。こうして家族の承諾を得たカールはエレナの遺体を霊廟に安置し、生前と同じようにエレナの元に足を運びました。カールは毎日エレナが眠っている霊廟の前でひざまずき、エレナに語りかけます。時にはスペインの歌を歌って聞かせました。そうやってね、カールはね、エレナにね、思いを馳せる日々を過ごしていたんですが、1年ほど経ったある日、なんとカールにエレナの声が聞こえてきたというんです。カールがいつものように霊廟の前に訪れるとエレナの声が。どういうこと？カール、私をここから出して。私、あなたと一緒にいたいの。愛するエレナ、君の願いなら私は何だって叶えてあげるよ。そしてカールはおもむろに霊廟を開け、中からボロボロに朽ちている遺体を持ち出したんです。自宅にエレナの遺体を持ち帰ったカールはすぐさまエンバーミングを施し、エレナの遺体と一緒に暮らし始めるんです。エレナが話しかけてくれたんじゃない？まあ、ちょっと嘘くさいんですけど、というのもね、もう遺体を加工する準備万端だったんで、なんかそれももう後からつけたんじゃないかなっていう説もなくはないけど、まあ、もし本当だったら、まあちょっとロマンティックなね、話でもありますよね。まあ本当にね、声が聞こえたかわからないんですけど、いずれにせよね、カールのね、この行動っていうのはね、遺体泥棒です。一体彼らにどんな運命が待っていたのか。引き離された二人。カールさん、ちょっと話を聞きたいんだけど、カールがエレナの遺体と暮らし始めて7年目の1940年10月、カールの自宅に突然一人の女性が訪ねてきました。彼女はフロリンダ、エレナの妹なんです。フロリンダはカールが死体と寝ているという噂を街で聞いてやってきました。そしてフロリンダはここで信じられないほど手を加えられたエレナの遺体を発見したんです。フロリンダは言葉を失いながらもすぐに警察に通報。カールは墓荒らしと死体損壊の容疑で逮捕。その異常性から精神鑑定が行われたんですが、問題なしと判断されました。そして1940年10月9日、カールはなんと釈放されました。訴訟が取り下げられ、裁判も行わず自由を取り戻したんです。これは一体どういうことなのか。実はこの時すでに控訴事項が成立していました。当時のフロリダ州の控訴事項は2年でした。そのため7年前のカールの犯行を訴訟することはできなかったんです。こうしてカールは自由の身となったんですが、家に帰ってもエレナはいません。エレナの遺体は押収されてしまったんです。一人になったカールは1944年、フロリダ州パスコ郡にあるザファーヒルズに移り住みました。そして1952年7月3日、床で亡くなっているカールが発見されたんです。死後およそ3週間が経っており、現代でいうところの孤独死でした。しかしカールは本当に孤独ではありませんでした。移り住んだ地で自伝を書いたり取材を受けたりしつつ一人暮らしをしていたというカール。そんなカールの傍らにはいつも一体の人形がいました。そしてその人形にはマスクが付けられていたんです。そう、エレナの顔をかたどったマスクが。ここまで聞くとカールは自らの命が絶えるまでエレナを愛し続けていたと思うでしょう。しかしカールの死後、驚愕の事実が判明するんです。なんとカールはエレナと知り合う前から既婚者だったんです。どういうこと？てっきり、純愛していたんって思ってたけど、違うね。不倫だったの？そうだね。実はね、カールおじさんね、妻子を持ちながらエレナに求婚してたんです。もう不倫なんです。そしてね、どんどんね、新事実が明らかになっていくんです。カールおじさん、やばい。身勝手な愛情。
一人の女性を愛し死体泥棒まで犯したカール。世間からは彼のやったことは純愛だと好意的な意見も多くありました。しかしカールの死後、彼が妻と2人の娘を持つ既婚者であることが判明したことで、世間の声は否定的なものへと変わっていったんです。しかもカール・フォン・コーゼルという名前は偽名、本名はカール・タンツラー。1877年2月8日生まれの男性なんです。事の始まりは1926年。カールはアメリカで放射線技師として働くため、家族を残し単身でドイツからフロリダ州ザファーヒルズに移り住みました。そして後にキーウエストで働き始めます。そこで出会ったのがエレナでした。しかしカールがエレナと出会った時、彼は54歳、21歳のエレナとは33歳の年の差があったんです。さらにカールがエレナに対するアプローチの一環として行っていた治療にも問題があります。実はカールが治療を行うことは違法行為。カールは X 線技師であり、医師の資格を持っているわけではなかったんです。当然カールは医療訓練をほとんど受けておらず、病気の予後診断もできません。彼が行った投薬も治療に使った自作の機械も医療的な根拠はなかったと言われています。カールはエレナに振り向いてもらうために知識も技術もないまま闇雲の治療を行っていたんです。エレナの死後もカールはエレナを蘇らせるために試行錯誤していました。共に生活していた7年間もエレナの体に電流を流したり、飛行船で遺体を飛ばして宇宙の放射線を当てる計画をしていました。カールは信じていたんです。適切な刺激を与えればエレナの体の組織は蘇ってくれると。さらに極めつけの事実があったんです。知りたくなかったわよ、こんな事実。そしてこの事件のロマンティックな部分を最も壊したのはとある医者の証言。その医者は当時エレナの遺体の検視解剖を担当した医師でした。カールの死後20年経った1972年にインタビューに応じた彼は衝撃的な事実を述べるんです。エレナの体は胸や性器の部分が本物のような手触りで作られていました。そして性器の部分にはチューブが取り付けられていたんです。行為が行えるようになっていたんです。なんとカールはエレナの遺体と生活をするだけでなく性行為を行っていたというんです。しかしこの証言には否定的な見方をしている人が多いのも事実。なぜ当時の予備審問で弛緩の証拠を提出しなかったのか。なぜカールの死後20年も経った今そんな情報を出してくるのか。一部の人々は医者の証言を疑っています。しかし一方でカールの愛情が一方的で行き過ぎていたことも否めません。カールが逮捕されて押収されたエレナの遺体は医師や病理学者によって検査された後、ディーン・ロペス葬儀場で一般公開されました。遺体と7年間暮らした男性がいたというセンセーショナルな事件の遺体。ディーン・ロペス葬儀場にはエレナを見るために6000人以上の人が足を運んだと言われています。そしてエレナの遺体はそのままキーウエストの墓地に埋葬されました。以前とは違う墓石もない小さな墓。しかしこの小さなお墓でエレナはやっと愛する家族の元に戻り、静かに眠りにつくことができているんです。